皆さんはトレードの世界大会があることをご存知でしょうか？ FX や先物取引などの部門別に世界中のトレーダーが腕を競うこの大会はロビンスカップと呼ばれ、まさにトレードのワールドカップともいえる大会ですが、この大会で現在まで破られることのない史上最高利益を出したのがラリー・ウィリアムズ氏。1987年に行われた大会で1万ドルの資金を1年間でなんと100万ドル以上まで増やすという年率1万を超える驚異的成績を叩き出したのです。さらにその10年後にはラリー氏の娘でありハリウッド女優として活躍するミシェル・ウィリアムズ氏が当時若干17歳という若さで歴代3位となる年率1000%の利益を出してロビンスカップを優勝するなど、数々の著作とともにトレード教育者としても活躍。今回は60年以上にわたってトレーダーとして活躍してきたラリー・ウィリアムズ氏が用いる手法を紹介するとともに、エントリーの質を高める方法についてラリー氏自身が語ったインタビュー映像を紹介します。ベテランのトレーダーがエントリーについて語る機会はそうありませんので、ぜひ注目してください。では早速、ラリー・ウィリアムズ氏の手法について見ていきましょう。ラリー氏が用いる手法は公開されているものだけでもいくつかあります。本当はですね、ロビンスカップでチャンピオンになった時に使った手法を紹介したかったんですけれども、これについてはラリー氏がこのように語っています。Can you ask him the strategy he used to win the World Cup Futures Championship? Sure, real easy strategy called volatility breakout. And it was a great technique. I taught it. A lot of people made millions of dollars trading it. Became very, very popular. And then we went into these stupid night sessions and it doesn't work anymore. というように、市場の取引時間の変更に伴い、もう機能しないと、手法を開発した本人が言われていますので、今回は使っている方も多いであろう移動平均線を使った手法を紹介したいと思います。スイングトレードの手法ですが、日足だけでエントリーを行いますので、日中4時間足や1時間足を使ってチャートを監視する必要がないものですので、日中チャートが見られないという方にとっても参考になると思います。ただしこれに関しても最初にお断りをしておきたいのですが、手法のすべてが一般公開されているわけではなく、エントリーのタイミングをどう測るかが公開されているだけです。で、ここが実は動画の後半で紹介するインタビューで語られる重要なポイントなのですが、ラリー氏がどのように相場を見てエントリーを考えているのか、その点にも注目してください。まず移動平均線の設定なのですが、9日の指数平滑移動平均線、EMA と呼ばれるものを用います。9日ですので、簡単に言うと、日足がベースのトレンドフォロー型のスイングトレード手法ということになります。移動平均線の期間ですね、10日だったり20日だったりと、いろいろな期間を使っている方がいると思いますが、他の期間を使っている方にとっても考え方の部分は参考になると思います。では、9日移動平均線を用いたエントリーの方法を見ていきましょう。まず、買い側なのですが、トレンドフォローですので、まずは上昇トレンドが発生していることを確認します。次に、9日 EMA が下方向に傾いている状態で、価格が9日の EMA を下から上にブレイクし、さらに終値が EMA よりも上でクローズすることを確認します。そして EMA をブレイクした足の1ティック上の価格を買いエントリーの価格とし、次の足がその価格をブレイクしたらエントリーを行うというエントリーのトリガー自体は非常にシンプルなものです。この時、定めた買いの価格をブレイクしなければ次に同じ条件が整うまで待ちます。売りの場合はこれと逆です。まずは下降トレンドが発生していることを確認します。次に9日 EMA が上方向に傾いている状態で、価格が EMA を上から下にブレイクし、さらに終値が EMA よりも下でクローズすることを確認します。そして EMA をブレイクした足の1ティック下の価格を売りエントリーの価格とし、次の足がその価格をブレイクしたらエントリーを行います。続いては手仕舞いですね。損切りについては EMA をブレイクしたローソク足の安値の下です。それから利益確定については、ポジションと反対方向のシグナルが発生したとき、つまり買いポジションを持っている場合は、売りのエントリー条件が発生したときとなります。売りの場合については、損切り位置は EMA をブレイクしたローソクの高値の上。利益確定については、買いのエントリーの条件が発生したときです。では、ここまでの内容を実際のチャートを使って見ていきましょう。ラリー氏は株式とコモディティの先物を頻繁に取引していますので、今回はコモディティのゴールドを見ていきたいと思います。チャートは2023年3月のゴールドの対米ドルのチャートです。まずは移動平均線の設定を確認します。移動平均線の期間は9。指数平滑の移動平均線 EMA として表示しています。この移動平均線のインジケーターは1つのインジケーターで移動平均線3本まで表示することが可能です。通常トレーディングビューだと1つのインジケーターで移動平均線1本しか表示できないんですが、これを使うとインジケーターの数を節約することができます。このインジケーターは僕が開発したものですので、概要欄にリンクを載せておきます。移動平均線を使っている方はぜひ使ってみてください。
最初に買い側のエントリーから見ていきたいと思いますが、まずは上昇トレンドが発生していることを確認します。チャートの左側ですね、下降トレンドでしたが、ここの高値を超えた後は、このような上昇トレンドが発生しています。そしてこの辺りから下げ始め、EMA が下に傾いて、上昇トレンドの押し目を形成しているというふうに捉えられる場面です。今ここで EMA を下から上にブレイクし、終値が EMA の上で確定しました。エントリーの価格はブレイクした足の1ティック上でしたから、次の足からエントリーというふうにしたいと思います。損切りはこのブレイクしたローソク足の下ですね。はい。ではこの後の様子を見ていきましょう。はい。これはいきなり損切りとなりました。はい。そして次ですね。次はこの足でもブレイクが発生しています。ですので同じように次の足からエントリーしたというふうにしたいと思います。はい。そのまま上昇していってですね、こういうところも EMA を下から上にブレイクしていますが、すでにポジションを持っているときにこういう動きが出たらどうするのかに関しては特に情報がありませんので、今回はそういうケースは見送りたいと思います。はい。今ここでこのように安値をブレイクしてきましたね。そしてさらにここで安値をブレイクしましたので、今このような下降トレンドがスタートしています。ここのローソク足、陰線に注目してください。下降トレンドが発生しているところで、ローソク足が EMA を上から下にブレイクしましたので、これは売り側のエントリーの条件ですよね。ですので、このタイミングで保有しているロングのポジションを手仕舞いするということになります。そうすると、次の足でちょうど決済したとすると、リスクリワード 1.6 ぐらいですね。で、今度は同時に売りのエントリーの条件が揃っていますので、今度はショートをしていきます。売りのエントリーの条件ですね。EMA を上から下にブレイクして、終値が EMA より下で確定したら、エントリーはそのローソク足の1ティック下でした。ですので、買いの時と同様に EMA をブレイクした次の足でエントリーというふうにしたいと思います。損切りはこの EMA をブレイクした陰線の上ですね。はい、現時点でまだこのような下降トレンドが継続しています。はい、引き続き様子を見ていきましょう。はい、ここの安値をブレイクし、さらにここの安値もブレイクしていますので、まだ下降トレンド継続中です。はい、順調に下がっていたんですが、ここで大きく反発して、損切りラインまで到達していますので、これは損切りになるでしょう。そしてここの高値をブレイクしたことで、下降トレンドが終了しましたので、今度は上昇トレンドに転換するかどうかに注目です。はい、今ここの高値をブレイクした後に下がってきましたので、今度はここの高値を更新してくると、上昇トレンドが発生することになります。はい、今高値更新してきましたので、上昇トレンドになりました。ですので、ここから買いのエントリーを待つことにしたいと思います。ここの大陽線に注目してください。ここの高値をブレイクした後に、このように押し目を形成して、EMA が下に傾いている状態で、ローソク足が EMA を下から上にブレイクしました。そして終値が EMA より上でクローズしています。はい。ということで、先ほどと同様に、次の足から買いのエントリーというふうにしたいと思います。はい。ここの陰線に注目してください。ここで安値を更新し、このような下降トレンドが発生して、その後ですね、ローソク足が EMA を上から下にブレイクして、終値が EMA より下でクローズしていますので、これは売りのエントリーの条件ということになります。ですので、ここがこれまで保有してきたロングポジションを決済するタイミングだということになります。次の足でポジション決済するというふうにすると、エントリーしたのはここですから、決済のポイントがここで、ちょうどリスクリアード5ぐらいになりますね。かなり大きな値幅を取れたことになりますので、このように大きなトレンドに乗ることができた場合に利益を伸ばすことができるというのが特徴だと思います。では続いてラリー氏のインタビュー映像を見ていきたいと思います。この中でラリー氏が相場を分析するときの考え方やエントリーポイントを見極めるための重要な考え方に触れていますので、ぜひ注目してください。Welcome, Larry, and thanks for joining us. Thank you, Jason. Look forward to it. So let's start with a very broad stroke. How do we do this? How do we make money in the markets? What are the most important things to you? Just buy low, sell high. That's all there is to it. That's all you got to do. It looks so easy. I mean, I remember when I first started in 1962, I asked somebody, what does that mean? Because I didn't know anything about stocks. I said, well, the stock went up 1 point today. And well, what does that mean? He said, you would have made $100. And I go, wow, I'm in. How do I do this? Without working, I make $100 in 1962, which is a huge amount of money. And it looked like all you had to do was guess, will it go up or down? Well, ultimately, we do that, except we try to use things like technical or fundamental analysis.
something that gives us an edge, that gives us a bit of a bias as to what should take place in the market. Some of us are better at that than others. Some tools are better than others, and sometimes we're not lucky, and sometimes we are. So, what do you think are the best tools to help us develop an edge? Well, I think the way I look at tools a little differently. I think that you have to break your tools down, and you have to have some tools that set up a market to move. So that's essentially fundamental in nature. I think markets go from A to B because of real reasons, fundamentals, but they dance around because of technical stuff, emotions of the marketplace. So for setup tools, you mentioned Commitment Trader report earlier. Great report. Yeah, that gives us a real bias, longer term bias in the marketplace. Valuation measures give us a real insight into this market should rally. Those fundamental or conditional setup indicators aren't timing, though. They just say this market should move. It doesn't say when. Then you can bring in the technical tools. And most people just get into technical tools. So to them, a buy signal is a buy signal. To me, a crossing of moving averages, it's only important if it takes place when the market is conditioned to rally. So it's really a combination of tools as to what the best fundamental tools probably for futures be Commitment Trade Report, valuation, and in terms of timing, simple trend line breakouts, channel breakouts is really simple. I think those are the simplest and probably the easiest to actually use. So trend line breakouts, channel breakouts, but within the realm of the other things lining up as well. Exactly. And that's where people get confused. They just take a channel breakout, trend line breakout, whatever, not realizing what's the context of this, what's happening underneath this market. はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。インタビューの内容をですね、振り返っていきたいと思います。まずトレーダーが持つべきエッジを築くためのツールについての考え方が紹介されていました。エッジというのは相場で利益を上げていくために個人個人が持つべき優位性、強みということですが、エッジを築くために適切なツールを使わなければならないという点が強調されています。ここでいうツールというのは移動平均線や RSI などのインジケーターだったり、トレンドラインやチャンネルなどのテクニカル分析の方法、インタビューの中でも紹介されていたコミットメントオブトレーダーレポートのように相場状況を把握する手段全般という意味ですが、これらは適切に組み合わせて初めて生きるということですね。コミットメントオブトレーダーというのは一言で言うと機関投資家または大口投資家と呼ばれる人たちのポジション動向を示したレポートです。相場を動かしているのは大きな資金を組織で動かす機関投資家と呼ばれる人たちですが、そういった組織が今米国株とか FX とかコモディティなどの各金融商品ごとにロング、買いのポジションが優勢なのか、それともショート、売りのポジションが多いのかを公開しているレポートです。コミットメントオブトレーダーについては過去に投稿したこちらの動画で見方を詳しく解説していますので、興味のある方は合わせて確認してみてください。ラリー氏の例で言うならば、移動平均線のクロス、トレンドラインやチャンネルのブレイクなどのテクニカル要素は、それ単体で使っても意味がなく、他の様々な要素が指し示す相場の方向とテクニカルの方向が合致した時に初めて力を発揮するということでした。つまりここでラリー氏が言ってるのは、自分が用いるテクニカル分析やエントリーの条件を評価するための自分なりの基準を持つことの重要性を伝えています。この点をですね、次に掘り下げていきたいと思います。インタビューの中でラリー氏が、ほとんどの人にとってはバイシグナルはバイシグナルだが、私にとって移動平均線のクロスなどはマーケットが上昇する条件を満たした時のみ重要だというふうに言っていました。要するに全てのシグナル、セットアップをエントリーポイントと捉えるべきではないということを言ってるわけですね。セットアップというのはエントリーを判断する前に満たすべき条件のこと。今回の手法の例で言うと、価格が9日 EMA を下から上にブレイクするということですが、他の例としてはトレンドラインブレイクするとか、高値安値の水平線をブレイクしたらといったことが該当します。そしてエントリーのトリガーはというと、今回の例で言うと、EMA をブレイクした後、その高値安値の1ティック上下の価格をブレイクしたらというものですね。このラリー氏の言葉を聞いて、セットアップってエントリーとイコールじゃないのというふうに思った方もいるかと思いますので、ここの部分を整理していきたいと思います。まずラリー氏の言葉にもあったように、こうしたセットアップすべてをエントリーと捉えるべきではないということ。それがどのような相場の状況で発生したのか、セットアップを評価しないといけない。そしてその手段として、機関投資家の動向、コミットメントオブトレーダーや相場サイクル、季節要因だったり、バリュエーション、時間帯などいろいろあると思いますが、
ラリー氏はその中でコミットメントオブトレーダーを重要視しているということでした。この点ですね、少し例を挙げて補足したいと思います。ラリー氏はインタビューの中で、エントリーのタイミングそのものはトレンドラインブレイクやチャンネルブレイクといったシンプルなものでいいというふうに言っていましたよね。ただそれが発生するときに相場がどのような状況だったのかが重要で、これは一つの例ですけども、例えばコミットメントオブトレーダーレポートで、機関投資家のロングポジション、買いが優勢の時に下降トレンドラインを上にブレイクした、チャンネルを上にブレイクした。実際にはこんなに単純ではないかもしれませんが、ラリー氏の場合はコミットメントオブトレーダーレポートをはじめとするツールを組み合わせて、相場が上昇する可能性のある条件を満たしたときに、トレンドラインブレイクやチャンネルブレイクといったテクニカルが初めて意味を持ってくる。何でもかんでもトレンドラインをブレイクしたら、チャンネルをブレイクしたら、レンジをブレイクしたらエントリーするものではないということですね。動画の前半で手法を紹介したときにですね、今回は価格が EMA を上にブレイクしたら全てロングでエントリーという方法で解説しましたけれども、そういうふうにトレードするんではなくて、どういう条件の時にローソク足が EMA を上にブレイクしたら価格が伸びていきやすいかっていう特徴や傾向もあるはずで、そういうことを見極めていかないといけない。で、それは過去検証を通じてだったりとか、日々リアルタイムで相場を監視する中で気づくことができる。そしてこういった観点で評価をして初めてセットアップからエントリーにつながるというもの。そこまでを含めて初めてエッジとなるということですね。世の中に手法っていっぱいあります。ただこれらっていうのは決して箱から出してすぐに使える家電みたいなものではなくて、まず理解し、使う練習をして、どういう場面で起用しやすいのか、逆にどういう場面では使うべきではないのか、こういったことを見極めて習得して初めてエッジが築かれる。それが長期的に相場で利益を上げていくための武器となる。これがラリー氏が伝えようとしていたメッセージだと思います。そしてエッジを築くためには試行錯誤、トライアル&エラーを繰り返していくことが重要であるということも忘れてはいけないでしょう。エッジを築く方法に関してはこちらの動画で紹介をしていますので、ぜひ今回の動画と合わせて視聴してみてください。では最後にラリーさんからのもう一つのメッセージを紹介して終了したいと思います。What separates, what makes a really successful winning trader? All about survival, not losing your money, staying in the game, not betting big. So, of course, you can stay in the game, but you increase your ability to survive, and you're going to become a much better trader or investor.